ミシュランでの3つ星ということで、それを返上する形になったわけですね。料理人もこんなとこまで来れんだっていうすごい景色の見れたっていうのはありますか？これからお寿司屋さんになろうっていうような人がいるとすると、斉藤さんってどういうアドバイスします？これはちょっと変な矛盾になってしまうんですけど、どういう、とりあえず、やる気と根性さえ持ってきてくれしか言えないんですよ、こればっかりは。いろんな志持っていろんな面接してきたんだけど、面白い、最初から理路整然と僕はこうなりたくて、明確に寿司でこうなりたくてっていう子は意外と折れるんですよ。理想が高すぎちゃって、それが全部ではないんだけど、やっぱりそれってやっぱり現場の泥臭さというかいやだって裏なんてもう俺寿司屋ってぐらいの最初の仕事ですからね。掃除洗い物っていうお仲間でなるわけじゃないですか。そこは絶対通んなくちゃいけない道なんだね。絶対にどんながあったもちろん今食洗機だなんだって人いらずのとこ作る必要はあると思うんですよ。労働環境が本当に飲食店と悪いんで、あるんですけど、でも結局そこは絶対通んなくちゃいけないんで、そこだけ頑張ってくれよって話なんです僕は。そもそも今、その応募に来る子たちって、寿司斉藤がどういうお店かを知ってきてるんですか？そういうこと知ってます。だって我々 YouTube とかインスタとかでみんなもう情報が入ってるわけですよ。なるほど。変な話、お客さんどんなお客さん来てるかとか、変な人の斉藤の性格まで書いてあるとか昔は多分そうじゃなかったじゃないですか。お寿司屋さんってたまたま縁があってこう行くところで、自分でこことこことここがトップだから、そのどっかで働いたら自分のキャリアにとっていいだろうからここに応募しようなんて考えてる人いなかったじゃないですか。だからさっき言ったその若手がやっぱほらもう有名店にちょいの間でいてお店出したらある程度いっちゃうっていう図式になってるから、それ狙ってる子は多いですよやっぱり。これだけ今、一部では寿司バブルって言われたりしますけど、お寿司屋さんがすごく増えていて、経験の浅い子たちもどんどん独立して、成功でいうかどうかね、今お客さん入ってますもんね。これは5年10年先どうなってるかちょっとわからないですけど、最初の苦労が全くないじゃないですか。最初からお客さんいる状態でオープンできるので、いいのか悪いのか分かんない。だから今の子たちが10年後にどうなってるかを見てみたいですよね。なるほど。そう今はだって変な成功してるんですもん言ったら。そうですね。だけど10年後にその子たちがどうなってるかはね分かんないじゃないですか。ただ僕らはそことは反対の生き方というかで来たから、最初はちょっとアレルギーだったんですけど、でもその子たちもやっぱり生活していかなくちゃいけないし、お客さん喜ばすためにやってることだからっていうふうには思えてきましたよね最近はね。なるほど。あとやっぱり特に海外まで考えるとすごく需要があるわけじゃないですか。海外はもう引き手またですね。ちょっとそれこそ斉藤さんのところに1年いましただけでも、多分海外のね、特にアメリカとかだったらすごい給料で引き継がれてってなっちゃうわけじゃないですか。なかなかだからそれね、年収1000万が例えば1500万とかっていうのに行くなとは言えないですよね。俺はもうその子の人生なんでね。そうですよね。ビジョンがあればいいんだろうけど、お金で動いちゃう人は結局だってでもそれがだって1億になるわけないじゃないですか。そのじゃあ1500万2000万で2000万までいった時に、自分の周りにね人がいるのかとか考えた方がいいですよね。そこはお金ですから、もちろん必要なことですよ、そのキャリアアップとしてはね。ただそればっかりで動いちゃうとっていうところですよね。でも海外はもうそれがやっぱ横行してるので、うちの香港の板前だってもうしょっちゅう引き抜きますから。そうですか。いやすごいです。来るんですよ。あからさますよ。倍払うとか。それに対してこっちは何いや待てとは言えないじゃないですか。そこは難しいです。だからその心意気があって行くんだったらいいですけどね。ただお金が100万200万上がるから行くっていうんだったら逆にやめてくれって感じですよ。そう言われたら。そうなんですね。気合い込んで、あと謙虚ですね。謙虚さ。これはもう絶対なんですやっぱり。いつかはやっぱ調子に乗る時期って人間あるんじゃないですか、人生で。その時になんか言ってくれる仲間だったりとか、親とか先輩がいないと調子に乗ってる人って自分じゃ分かんないじゃないですか。謙虚はもう本当にだからうち息子ケンシロウって言うんですけど、謙虚の謙つけど
つけたくて検証してああなるほど、うん、それこそね俊二君とかも必ず意見を求めてきたりするじゃないですか。そうでやっぱり客の立場で食べてると、うん、なかなか言いづらいというか、まあ、人間関係がないとね、うん、で特に最近ね、こうやって予約取れないお店とかになっちゃうと、なんか言ったことによって予約取らせてもらえなかったらどうしようってすごいやっぱみんな思いますから僕もすんごいその後で考えてこれ言って大丈夫かなみたいな。話聞いてだなそれはまだそこから信頼関係がね、そうなんですよ。僕らってやっぱ受け身だから言ってくれるお客さんがいっぱいいるじゃないですか。例えば僕のためを思って言ってくれてるのか自分が嫌だから言ってくれてるのかってやっぱこっちって受け止め方が違うわけじゃないですか。僕らってやっぱそのなんだろう昔はお客様は神様ですっていう言葉があったじゃないですか。あれがね大きな間違いなんですよお客様はお客様なんですよでも今さっき浜田言ったようにちょっと店の方が立場が上になりつつある特に人気店っていうのはそう春秋とかねやっぱり人間関係ある程度できてるんで、こう言いやすいですし、そうで彼なりに自分でちゃんと消化した上で、それを次回にちゃんと生かしてくれるっていうことができるんで、じゃないとやっぱりねそうやって結構強めに聞かれないと、僕もなかなか言わないですもん。いかがでしたかって初めて行ったお店で、いかがでしたかぐらいに言われたら美味しかったですとしか言わないですよ。それ以上のことはなかなか踏み込まないですよね。おっしゃる通り客との関係性っていうのは変わってきてるかもしれないですよね。もともとミシュランでは三つ星ということで、何年も連続取ってたんですけども、それを返上する形になったわけですね。要するに紹介制だったら三つ星もう星はつけられないと、ミシュランに掲載できないということなので返上する形になって、で紹介制になって、でそういう意味では客層も含めてかなり変わったってことですか。そうですね。やりやすくなったんですか。やりやすいですよね。僕を分かってきてくれるお客さんはほぼなので、評価っていうものをなんか気にしなくなったというか、でも経験はできてよかったです。ああいうところで三つ星取らせていただいて、取ったこともよかったし返上したこともよかったです。すごい景色の見れたっていうのがありますからね。言ったら料理人もこんなとこまで来れんだっていう、特に海外行った時とかこれはすげえやっていうのはありましたね。ただちょっと過大評価されてるなっていうところも自分の中ではどっかにあって、こそばゆいというか偉くなろうと思って料理になったわけじゃないんで、なるほど。そうだからリスペクト感がやっぱ凄まじすぎちゃって、逆にちょっと肩に力入っちゃったから今はもうちょっと本来の自分でいたい。そう今はもう完全に本来的にリラックスしてそう今日はいろいろと本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今回は寿司斎藤の斎藤隆さんにお話を伺いました。大変興味深い話がたくさん聞けたかと思いますけども、皆さんいかがだったでしょうか。よろしければ YouTube にもコメントなどいただけると嬉しいです。そして気に入っていただけたようでしたら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。